皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが日本の文化や生活について話します。このラジオで私たちと一緒にいろいろ勉強しましょう。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。ヨッシーは学生時代アルバイトってしてましたか？はい、そうですね。もうだいぶ昔の話ですけど。はいはい、はい。どんなバイトをしていましたか？えーっと家庭教師をやっていましたね。家庭教師。はい。はい。家庭教師ってどういう仕事ですか？そうですね。生徒に勉強を教えるんですけど、生徒の家に行くんですよ。で家でいろいろ勉強を教えるっていう仕事です。はい。ヨッシーは何を教えていたんですか？生徒は中学生だったんですけど、何を教えてたかな。英語とか数学とか、あと社会とか、を教えてました。でもどうして家庭教師のバイトをしようと思ったんですか？ですね、時給がいいんですよ。はいはい、はい、そうですよね。なんかそのカフェのバイトよりも時給はいいイメージはあります。はい、はい、そうなんですよ。でも教えるのってすごく難しくないですか？まあそうですね。はい。それに結構責任もありますよね。まあそうですね。だってその学生がテストで悪い点取ったら先生のせいですよね。はい、先生のせい、先生の責任ですよね。生徒の頑張りです。そうなんですけど、でも、親はお金払ってるのになんでテスト点数悪いのよってなりますよね。はい、そうですね。はい。最終的にはその、高校受験を目指して、生徒は勉強を頑張ってるので、教師の役目としてはいい高校に受かるように、こう勉強を教えるっていうことが大事なんですよね。はい、はい、だから責任は重いですね。そうでしょ。だってそのスーパーのバイトとかレストランのバイトよりもずっとプレッシャーは大きいと思いますよ。はい、はい、だから時給お金が高いんですよ。はい、はい。じゃあ静香先生は学生時代何のバイトをしてたんですか？私は結構いろいろやりましたよ。大阪の大きいテーマパークでアルバイトしたこともあるし、カフェでウェイトレスをやっていたこともあるし、あと工場でビールを箱に入れる、はい、LINE の仕事もう学生の時にやってみたことがあります。そうですか、ね。はい、いろいろやってますよね。そうですね、いろいろやってました。はい。どれが一番しんどかったですか？しんどかったのは工場の工場の仕事は多分慣れたらすごい簡単なんですよ。簡単なんですけど、慣れるまでが大変難しいですね。スピードとかそういうのが大事なので、はい、LINE の横に立ってビールと箱が流れてくるので、ビールをこう取って箱に入れる、取って入れる、取って入れる、取って入れるっていう。でも上手に取れない時ってあるじゃないですか。そしたら後ろの人がこうカバーしてくれたりするんですけど、それがなかなか上手に取れなくて、最初は特に、はい、結構大変でした。そうですか。それ時給いくらぐらいだったんですか？いや、時給は多分1100とか1000とかだと思うんですけど、そんなもん。でもね、何が良かったってね、日払いだったんですよ。日払いっていうのはその日働いたお金をその日にもらえるっていう。普通給料って1ヶ月働いたら次の月にその1ヶ月のお金を全部もらうっていうシステムだと思うんですけど、その工場はその日5時間働いたら5000円だから、その仕事の終わりに5000円もらえるっていう、そういうシステムだったんですよね。で、学生時代なんか本当にお金が必要だった時があってそういう仕事を探して、はい、アルバイト行ってました。そうなんですね。はい。
あと何でしたっけ、カフェでしたカっけ。フェとか、はい、あとテーマパークもレストランだったんで、ウェイトレスでしたけど、はい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 、ウェイトレスの仕事は楽しいんですけど、私大学卒業してから服屋さんで仕事をしてた時が1年半ぐらいあって、はいはい、あれは結構大変でしたね。あ、そうなんですね。はい、よし服屋の仕事ってその服を売る仕事ですけど、はい、どんなことがあると思いますか？接客。まあ接客そうですけど、はい、接客っていう言葉は分かりますかね、皆さん。客はお客さんですね、はいはい、お客さんと接する仕事なので、まあなんだろう、お客さん、そういらっしゃいませ、いくらいくらです、こちらですとか、はい、そういうの全部、まあレストランとか服屋さんとか、はいまあ、スーパーとかもお客さんと話す仕事は接客ですね。うんはい、はい、それだけしかそれだけしかないなんてイマジネーションのめっちゃいろいろあるんですよ、服屋の仕事って、そのもちろん服を売るのもそうなんですけど、まあ、もちろん掃除とかもあるじゃないですか、はい、掃除もあるし、その商品のバックヤードにあるストック商品の管理、マネジメントみたいなのももちろんそうだし、まあ、セールの準備とかそういうのも大変なんですけど、なんか一番私が嫌だったのは残業が結構あったんですよ。で服屋の残業って何だと思います？服屋の残業ですか？いや、なんだろうな。いや、それがね、そのお客さんが帰ってお店が閉まってからみんなが服を触るから服が汚いんですよ。はい、はい、だから綺麗に畳んでない服がたくさんいっぱいあったりとかして、それを綺麗にするっていう、ハンガーに綺麗にかけて綺麗に畳んでラックに置くとか、飾るとか、そういうのが残業で、特に忙しいそのバーゲンの時とかはそういうのが本当にたくさんあったんです。全然終わらない、はい、それがすごく嫌いでした。あ、そうなんですね。はいはい、で私の働いてたお店は、まあ、いろんなお店があるんですけど、もちろんでも私が働いてた店はいらっしゃいませ本日 20% オフですとか言って、なんか声を出すのがすごく大事な店だったんですよ、結構あるでしょそういう店、でそれをしてないと店長に怒られるんですよ声出してとか言って言われるんですよね、お客さんがいてもいなくても本日冬物セール中ですとか、新作たくさん入ってますとか言って、ずっと声を出してこの店はすごく賑やかですよっていう感じに見せるのが大事なんですよね、でそういう忙しい時ずっと声出してて、家に帰ってからご飯を食べる時に普通いただきますって言うじゃないですか、いただきますじゃなくていらっしゃいませって言っちゃったことがあってその時にすっごく悲しくなって何してるんだろう私と思ってなんか泣けてきたっていうそういうなんか悲しいエピソードがあります。あれなんか独特のトーンですよね。そうですね、はい、あれは決まってるんですか？ちょっと高く喋るみたいな決まってないと思うけどみんなそうやってやってるから、多分その後輩とかも同じ感じでやるんだと思います。はい、そうなんですよ。そうですね、ゆっくりご覧くださいとか言って、そうですね、よく聞きますねであれもなんかその服をまあ綺麗に畳むことを、が大事なんですけど、なんか1枚の T シャツ何秒で畳めるかみたいな、なんかストップウォッチ持って測るんですよ。10枚で何秒でできましたとか言って、なんか今日の目標とかそういうのをちゃんと言うんですよはい、でなんか私は今日1人で3万円売りますとか、なんかお客さん10人に売りますとか、この高い商品を今日売りますとかそういう目標を言って、終わりのミーティングみたいなのもあって、どれだけそれができたかっていう、で今日はいくら売りましたとか、
で今日はこれはできませんでした、明日頑張りますみたいな、はい、そういうのがなんかすごいですよね。その、はい、10枚何秒で畳むんですか？もう覚えてないんですけどでもそう店長とかはやっぱり早いんですよ。早くて綺麗っていう、はいはいはい、はい、そういうなんかトレーニングとかもありました。研修があるんですかね。研修とかもあったし、はい、コンテストみたいなのもありましたね。接客コンテストみたいなやつ、はい、それはまあよくありそうですね。はいはい、そうで、その服屋の仕事をして私が得たもの、何をもらったかっていうと、はい、なんかセールのものとセールじゃないものを見る力がついたぐらいかな。それちょっと知りたいですね。だからニューアライバルとかで春とかに入ってくる綺麗な服あるじゃないですか、はい、あれって基本プロパーなんですよ。そのセールの服じゃないんですよね、でもクリスマスとか冬夏の時期のバーゲンになるとバーゲン用の服を作るんですよ、ブランドが、でそれはだからもう最初から 50% オフとかそういうのしても全然いいっていう感じのクオリティで作ってあって、そうなんですね。そうプロパーは定価は例えば4000円の T シャツなんですけど全然もうクオリティが悪いんですよ。でもそれももう最初から 50% で売るっていう決まってるものだからそれでも全然いいっていうはい、じゃあバーゲン用のものって売れ残りじゃないですね、売れ残りあったらラッキーですね。逆に、じゃあバーゲン用にも別の商品を作っているんですね。そうですよ。そうなんですね。はい。そうなんです。だからバーゲン終わりの時に行くとすごく安くなってると思うんですけど、それはもうあんまり最初からいいものじゃないと思います。そうなんや。はい。あれは単純に売れ残りだと思っていましたけど。売れ残りもあると思いますけど、はい、売れ残りは結構ラッキーだと思います。じゃあいい商品が安くなってるっていうわけじゃなくて、もともとその商品は安く作られている、そうですそうです。安くたくさん作ってることなんです、ね。はい。そうなんですか。はい。それがなんとなくいろんなお店に行ってこれは多分バーゲン用の服だとか分かるようになった。はい、そうなんですね。それぐらいのスキルですね私がこの仕事で身についたものは。いい情報聞きましたね皆さんどうなんですかね、皆さんの国も同じような感じなのかなどうかな、分かんないけど、はい、日本ではそんな風になってるらしいですよ。そうなんですよね。日本は結構クリスマスとか夏はたくさんバーゲンするので、そういえばバーゲンの準備とかで隙間バイトっていうのが最近流行ってるらしいですね。隙間ですね。はい、何かの間にあるギャップのことですね。物と物の間にあるギャップを隙間っていうんですけど、例えば隙間、空いた時間に仕事を入れるっていうことですね。そうですね。最近そういうアプリもあって、こう気軽にバイトができるっていうので、皆さん使ってるらしいですよ。1日だけ5時間働くとかそんな感じですか？そうですね。時間が空いたらちょっと働こうかなって言ってそのアプリでも申し込んで、そこに行くっていう感じですね。そういうのをしてる人って結構お金が必要な人かなってイメージなんとなくあるじゃないですか。けど実はそうじゃなくて結構普通に仕事してるけど暇だから面白そうとか、ちょっとやってみたいみたいな人が多いらしいですね。そうなんですか。だからその会社員のおじさんとかが土曜日の休みの日にイベントスタッフやるとか、その暇だし他のいろんな仕事もやってみたいから、ちょっと隙間バイトやるっていう。いろんな仕事を体験してみるっていう感じで使ってる人もいるかもしれないですね。僕もやったことあるんですけど。やったことあるんですか？もう昔の話ですけど、その隙間バイトっていう言葉がなかった頃は
単発バイトって言ってたんですけど、はいはい、はい、まあそのお店とかのこうバーゲンのセールの準備とか、はい、ほとんど力仕事ですね。はい、まあそうですね、バックヤードの仕事ですかね。はい、はい、まあ、ただしんどかっただけです。はい、まあでもね、お金1日頑張って働いたら結構もらえるでしょ。はい、そうですね。はい、はい、なので学生の時はね、そういう経験をしてもいいと思います。はい、はいね、はい、今日本で勉強されている方とか日本でアルバイト探している方も多いんじゃないかなと思います。はい、ちょっと今日の話が参考になればいいなと思うんですけど、はい、そうですね。例えば外国の人が日本で仕事をするのは日本語がわからないといけないのですごくレベルの高いことだと思うんですけど、やっぱりそういう仕事をすると日本語もすごく上手になると思うので、ぜひ皆さん何かチャンスがあったらチャレンジしてみてほしいと思います。あ、よし、この言葉知ってますか？バサキ。バサキ。バサキ。バはカタカナで、サキは漢字です。先生の線。バイト先。そう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 。そうですそうです。なんか馬の先かと。いや違う違う。最近の若い大学生とか言うんですよ、バサキって。はい。へえ。つまりバイト先ってどういう意味ですか？バイト先？うん。バイトをしているところです。そう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 、はい、そうですね。仕事先とか、はい、あとは住所アドレスとか宛先とか送り先とか言いますけど、はい、先っていうのはそれをする場所ですね、そのゴールの、まあ、イメージかな、はい、だからバイト先っていうと自分が働いてるカフェとかお店なんですけど、それを最近の子はバサキって言うんです。あ、そうなんですね。はい、はい、バサキの先輩とか、はいはい、はい、ヨッシーは知らなかったみたいですね。知りませんでした。ということで、はい、はい、今日はこれで終わりにしましょう。はい、今日は皆さん一つ新しい言葉も覚えたし、はい、これからもぜひ、スタラジオ聞いて新しい単語を増やしていきましょう。はい、頑張りましょう。はい、それでは次のエピソードまで。バイバイ。またね。